皆様こんにちは、セリナです。先日メインチャンネルで11月1日から先行発売中のルナソルホリデーコレクション第2弾で発売される限定シャドウ2色をご紹介しました。EX12 はオレンジをメインに青みの寒色カラーがセットされているパレット。EX13 は青みピンクをメインに黄身のニュアンスがプラスされたパレットでしたが、この EX13 が同じルナソルアイカラーレーション N の既存色の02と06番とそれぞれカラーのニュアンスや配色が似ていると感じたので、それぞれのパレット1色ずつのパーソナルカラーレビュー、スウォッチ比較、そしてパレット全色を使ったメイクルックを仕上げてどんな違いがあるのか比較していきたいと思います。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。ホリデー限定色のパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗り、パレットを使ったメイクルックについてはメインチャンネルでご紹介しておりますので、気になった方はぜひメインチャンネルもチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まず比較していくのはこちら。ホリデー限定色の EX13 ゴールデンブーケと既存色の02ビターロマンスです。EX13 ゴールデンブーケ。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ冬、イエベ春におすすめ。クリアなベースにシャンパンゴールド、シルバー、ピンクのおつぶら目が輝くグリッターカラー。黄身、青み、どちらの要素もあるので、イエローベース、ブルーベース問わず、大粒ラメの華やかさ、ラメの強いコントラストが得意な方、ブルベ冬、イエベ春全般のラメカラーに使いやすいです。右上はイエベ春におすすめ。明るく淡いピンクニュアンスのオレンジのベースに、ゴールドとオレンジの微細ラメが面で光るメタリックカラー。黄身、明るさが得意な方、イエベ春全般に使いやすいです。左下はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。青みが強い鮮やかなピンクにブルーとピンクの大粒ラメが輝きます。青み、明るさ、濁りのないクリアカラーが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、クールサマー、クールウィンター、クリアウィンターにおすすめ。右下はイエベ秋、ブルベ冬におすすめ。赤みの強いブラウンにブルー、ピンク、ゴールドのラメがきらめきます。黄身、青み、どちらの要素もあるので、イエローベース、ブルーベース問わず、深い色が得意な方、イエベ秋、ブルベ冬全般の締め色に使いやすいです。02ビターロマンス。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ夏におすすめ。くすんだピンクベージュにピンクとブルーのラメが輝きます。青みがあり、明るくくすんだカラーが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ミューティッドサマー、ライトサマーにおすすめ。右上はブルベ夏におすすめ。くすんだピンクパープルにシルバーとピンクのパールと微細なラメを感じます。青み、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ミューティッドサマー、クールサマーにおすすめ。左下はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。鮮やかさの中に少しのくすみを感じる高発色なピンクパープル。青みがあり、はっきりした色が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、クールサマー、クールウィンターにおすすめ。右下はブルベ夏におすすめ。ほんのりパープルニュアンスの寒色ブラウン。濃く暗くなりすぎないので、青み、柔らかいコントラストが得意な方、ブルベ夏の締め色ブラウンとして使いやすいです。装置で比較するとこんな感じです。EX13 は青みピンクをメインに黄身のニュアンスのカラーもセットされているのと、グリッターのような大粒ラメが入っているところがポイント。既存色の02は4色ともが青みニュアンスでまとまっているのと、くすみ感が強くラメ感がナチュラルという違いがあります。では、それぞれのパレット全色を使ってメイクルックを仕上げて違いについて比較してみます。
まずはこちら側半分に限定色の EX13 を使っていきます。まず右上のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらは黄身ニュアンスのピンクカラーです。淡いながらもしっかりカラーのニュアンスが楽しめます。微細なパールとラメどちらも入っているので、艶やかな目元に仕上がります。続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。こちらのカラーはかなり青みが強いクリアなピンクカラーです。ベースに黄身系のカラーを仕込んでおくと、青みが程よく柔らかくなって、より肌なじみのいいピンクメイクに仕上がります。付属のチップで下まぶた全体にものせておきます。こちらにもパールと微細なラメが入っているので、自然な艶やかさを与えてくれます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。赤み系のブラウンですが、寒色ニュアンスに寄りすぎないところが絶妙です。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。グリッターのような大粒ラメがこちらの限定パレットの最大の特徴です。華やかでとても可愛いですよね。では反対側には既存色の02を全色使ってメイクしていきます。まず右上のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。微細なラメで自然なツヤを演出してくれるような質感です。こちらはかなりくすみ感の強い青みピンクなので、目元に自然な陰影感をプラスしてくれます。このくすみニュアンスがとても今っぽいですよね。続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらもかなり青みの強いピンクなので、反対に塗っている EX13 のパレットの左下のカラーとよく似ていますが、こちらの方がさらに青みが強くパープル寄りなのと、若干くすみ感が入っている感じがします。付属のチップにも取って下まぶたにものせていきます。質感としてもこちらの方がパールやラメが控えめで、色味がしっかりと乗るような感じがします。続いて右上のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。こちらは寒色ニュアンスのブラウンです。パールやラメは入っていない柔らかいマット質感です。色味が強く出すぎないので、強いコントラストが苦手な方にも使いやすいです。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。かなり微細なラメなので、自然に目元に立体感を出してくれます。はい、ホリデー限定色の EX13 と02、それぞれパレット全色を使ってメイクするとこんな感じの違いです。パレットで見るとカラーのニュアンスはかなり似ていますが、まぶたの上にのせるとこんな感じで、まず色味については限定色の EX13 の方が青みピンクをメインにしつつ黄身のニュアンスがあるので、透明感の中に柔らかさも感じられて明るく可愛らしい印象に仕上がっているのに対して、既存色の02は全色が青みニュアンスなので、重ねれば重ねるほど透明感が増していくのと、全体的にくすみ感が強く落ち着いたニュアンスになっているのがわかりやすいと思います。そして最大の違いはやはりラメの質感で、限定色の EX13 はグリッターのような大粒のラメで目元に華やかさと明るさが出ているのに対して、既存色の02はラメカラーもかなり微細なのと、やはりくすみ感が強いので、目元に自然な奥行き感を出してくれるようなメリハリのある目元に仕上がります。青みピンクカラーは楽しみつつも、程よい柔らかさや可愛らしさも同時に演出したいという方は限定色の EX13 がおすすめ。奥行きと落ち着き感のある大人っぽいピンクメイクを楽しみたいという方は02がおすすめです。それぞれ引きで見るとこんな感じの違いです。続いては限定色の EX13 ゴールデンブーケと既存色の06センテッドヘイズを比較していきます。パーソナルカラーに分けると、左上はイエベ春ブルベ夏におすすめ。黄身寄りのかなり明るいピンクベージュに微細なシルバーラメがきらめきます。イエローベース、ブルーベース、
どちらの要素も持ち合わせていて、特に明るいカラーが得意な方のベースやアクセントカラーとしておすすめです。16タイプに分けると、単色塗りならライトスプリング、ライトサマーに特におすすめ。続いて右上は、イエベ春、ウルベ夏におすすめ。ほんのりくすみニュアンスの明るい黄身ピンクにパールのツヤを感じます。ベースの色味自体はイエベ春におすすめですが、発色が淡いのとくすみが効いているので、イエローベース、ブルーベース問わずに明るく淡いカラーやくすみが得意な方におすすめ。16タイプに分けると、ライトスプリング、ライトサマー、ミューティッドサマーに特におすすめです。続いて左下は、ウルベ夏におすすめ。くすんだ青みピンクに超微細な青ラメが輝きます。青みやくすみが得意な方におすすめです。16タイプに分けると、ブライトサマー、ミューティッドサマー、クールサマーにおすすめ。最後、右下は、ブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。深みの強いソフトマットブラウン、ブルーベースの締め色ブラウンとしておすすめです。スウォッチで比較するとこんな感じです。既存色の06も黄身、青みのバランスがいいので、カラーのニュアンスや配色自体は EX13 とよく似ている印象です。ただ、既存色の06の方がラメが落ち着いているのはもちろん、発色も淡く、全体的にナチュラルな印象です。こちら側にはすでに限定色 EX13 を使ってメイクしているので、反対側に既存色の06を使ってメイクを仕上げていきます。まず、右上のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。若干くすみ感がある肌の色に近いニュートラルカラーです。微細なパールが入っているので自然な艶やかさも楽しめます。こういったベーシックなカラーが入っているとカラーパレットも一気に使いやすくなりますよね。続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらも青みの強いピンクカラーではありますが、今回ご紹介している3つのパレットの中で一番発色が淡いメインカラーです。自然にピンクカラーを取り入れたい方や、強い色のアイシャドウは苦手という方にも使いやすいと思います。付属のチップにも取って下まぶた全体にものせていきます。単色塗りでチップで塗ってもこんな感じで、やはり肌への馴染み感がとてもいいので、取り入れやすいピンクカラーだなと思います。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。こちらは淡いニュアンスのピンクブラウンです。締め色もかなり肌なじみが良くて柔らかいので、自然なグラデーションを作りたい時におすすめです。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。こちらもかなり微細なパールドラメが入っています。はい、こちら側に限定色の EX13、反対側に既存色の06を使ってメイクを仕上げてみました。どちらも青みのピンクをメインにニュートラルカラーや黄身カラーがセットされているので、カラーのニュアンス自体はよく似ていますが、こうして比較してみると発色や質感の違いがかなりわかりやすいと思います。EX13 の方が全体的に色味が鮮やかで、ラメも大粒なので華やかで明るい目元に仕上がっているのに対して、既存色の06は全色が肌に溶け込むような馴染みの良さなので、青みピンクも強く主張しすぎず、日常メイクにも使いやすいようなピンクパレットという感じがします。華やかで特別感のあるメイクに仕上げたいときは EX13 がおすすめ。カラーメイク初挑戦という方や、アイシャドウをぼかすのが苦手という方は06が特に使いやすいんじゃないかなと思います。それぞれ着てみるとこんな感じの違いです。最後に3色を比較するとこんな感じの違いです。限定色 EX13 はグリッターのような大粒のラメ、程よい黄身のニュアンスで透明感と華やかさを両立させたい方におすすめ。02は青みのピンクをしっかりと楽しみたい方、くすみや深みで奥行きのある落ち着いたピンクカラーを楽しみたい方におすすめ。
06はカラーメイク初挑戦という方や、肌に溶け込むようなナチュラルなニュアンス、淡く柔らかいグラデーションがお好みの方に使いやすいです。はい、ではこんな感じで先行発売中のルナソルホリデーコレクション第2弾より限定アイシャドウ EX13 と既存色のピンクパレットとの違いを比較していきました。ルナソルはこういった青み系のピンクパレットも多く発売される印象ですが、比較をしてみるとカラーのニュアンスや質感、発色などに結構違いがあって、それぞれのパレットの良さが出ているなと感じました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。